今回は一番ヘッドの口を猫の口みたいな感じで加工していこうと思います。ちょっと口の周りが汚いのはソフビ盛りをしてですね、口を埋めたからですね。で、猫の口といってもいろいろあるので、どれにしようかなと思ったんですけど、最近デビューした結城さくなちゃんですね。これを焼こうかなと思います。あの子結構可愛くて、目も変えれば一番ヘッドでいけるかなと思うんですね。こんな感じの口ですね。デコボコなんでね、描きづらいんですけど、これはね、位置が上すぎ。このくらいいいかな。形が分かればいいので、位置ちょっとずれてますね。まあずれても口は開けてる時にバランス合わせればいいと思うので、こんな感じでいいかな。こんな感じでいいですかね。じゃあこれで開けていくんですけども、ソフビ盛りしたところなんで結構開きやすいです。開口してないやつは開きにくいので、前回とか前々回と動画開口するところを最初参考にしてもらえればと思います。で、こういう感じでナイフで突破口をまず開きましょう。で、突破口を開いたら、こうやってですね、ナイフをこう持ちましょう。鉛筆のように。そうすると、こうやってね、指先で回転することができるんですよ。で、ルーターでやると、すごい穴開いちゃうんで、ゴリゴリゴリっていっちゃうんで、多分ね、ナイフの方がいいと思うんですよね。ナイフだとね、ルーター持ってない人でも開けられますし、意外と安牌でね、いけるんで、このヘッドはソフビ盛りなんで、ソフビがすごい柔らかいです。結構ね、適当に盛ったんで、表面も汚いですし、なんか、色がね、ちょっとね、黒ずんでましたね。なんででしょう。で、こうやって、ゴリゴリゴリ、ゴリゴリ、ゴリゴリって、こうやってね、削っていくと、結構削れますね。で、この口はポイントが、ここの口角が結構ね、キュッて持ち上がってるので、そこをどうやって綺麗に切っていくか。で、これを失敗すると、だんだんね、口がね、大きくなってしまいますので、それを失敗しないようにやるにはどうするか。まあね、失敗しない方法っていうのはなかなか難しいんですけど、よいしょ。で、こういう角を切るときって、私はね、こうやってね、切り込みを入れたら、こっちからまた切り込みを入れて、こうやって、こうやってって、どんどんこういう風にね、切り込みを入れていくんですよ。で、私はね、こう切り込み入れる、切り込み入れるって自分では分かってるんで、分かってるつもりで説明してるんですけど、意外とね、これがね、伝わってないっていうことが分かりまして、でもプラモデル作ってる人は結構この改造とかしてるとナイフよく使うので分かるんですが、このナイフのこのコツっていうんですかね、勘どころみたいなものっていうのがあんまりよく分からんので、こういう感じで切る断面に対してこの刃が垂直になるように、でこれで一回ねこうやって上に持ち上げるんですよ。でさらに今度こっち側ですね、ちょっとね見えないから今度こっち側からまた垂直にこっちから切っていくんですよ。そうするとこの交差したところでソフビがね綺麗にねこうやって切れるはずなんですよ。こういう感じでほんとねゆっくり、失敗したら大変なんでゆっくりゆっくりで、ちゃんとね毎回真正面を見ていきましょう。ここですよね、ここ今ね私がキュッ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 でこうキュッキュッキュッやるときにこのナイフの方向を変えないとこっちの方をずっと切っていっちゃうんで、ここでナイフがこう回るようにこうグーッと指先で回しながら、でこっちから水平にまた切ってグイッグイッ、こういう感じでやってね、ここだけちょっと切ります。ちょっとね
いしょよいしょ。でこっから削るのであまりね食い込みさせちゃダメですね。食い込ますとかなり失敗が。今見えます？このぐらい開いたんですよ。このぐらいね。これね多分ねギリセーフなのかギリアウトなのかわからないんですけど、バランスを取るにはこの鼻の中心ですね、これをね正確に把握しましょう。口はやっぱりね左右対称にしてあげた方がいいかなと思います。前にもくどく言いましたが、この左右の位置が近いのでずれてるとすごいね分かっちゃうんですよ。斜めもこれねちょっとね分かっちゃうんで、慎重に。最初に切りすぎないことですね。この赤枠が、マックスだとするとこの赤枠の内側まで切って位置合わせするときにこのマージンとして取っておくっていう、これがいいですね。上手い方はねちゃんとできるんですよね。私はね何をやらせてもねなんか微妙に中途半端なんで、これはね常に全てにおいてそうなんですよ。プロフェッショナルにならないっていうか、万年2位とかじゃなくて万年ね5位とかそういう感じ。結城さくなちゃんはこんなに口が大きいことはないんですけど、まあいいでしょう。いいでしょうっていうのはこれぐらいがよくね開いてる口なんじゃないかなと思うんですが、あとここのよく動物っぽいこの口ですよね。猫の真ん中のところですね。それの形をイメージして、あとねこういう感じ。ほんとナイフでねこれやった方がいいと思います。でこっちは切り込みをもう少し入れてるのでもうちょっとね入れましょうか。その時にねやっぱりねまたねキュッ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 っていう。じゃあこれで今度ですね棒ヤスリ用意します。おなじみダイソーさんの棒ヤスリですね。これはですね安いのにもう万能なんですよ。でここら辺をこうですね形を整えつつ表面のザラザラを削っていきます。でここでも削りすぎに注意。人によってはねここで V カラーを塗ってガリガリやるんですけど、マスクしましょうみたいな記事も多くなってきたんで、やっぱり V カラーとかシンナーとかはねなるべく使わない方が体にいいので極力使わないようにしていきましょう。で私の今のこの段階っていうのはソフビ盛りしたところがほとんどなので、意外とねソフビが柔らかくて削りにくいです。そのまま標準のものを開口している場合はかなり口硬いと思うので削りやすいんじゃないかなと思います。ちょっとね今ね見えませんでしたね。すいませんね。電熱ペン持ってる人はね多少失敗しても直せるのでいいんですが、電熱ペンを持ってない人は本当に慎重にやりましょう。削ってる時にバリっていうんですか、ソフビのこうちょっと縁についてるケバケバしいところっていうのは取りにくいんで、横であったり斜めであったりそういう違う方向からアプローチしてもいいですし、これでナイフでちょんちょんってこういう感じでグリッグリッこういう感じで削ってあげてもいいですね。でピンクのところの線のおかげであまり口の形がわからないので一回薄め液で取ってみます。そうするとねイメージがわかると思うんですが、よいしょよいしょよいしょ。ちょっとちっちゃいですね。ここはちっちゃいとねこの鼻の下が伸びてる感じになっちゃうんで、ちょっとだけほんのちょっとですね、ほんのちょっとこれで、あと大きさですね。大きさとこの横のライン、ちょっとねここの
ラインが弱いので、もう少しね横に広げますね。こういう時にナイフでね、このコリッコリッコリッコリって削ってあげるとちょっとだけ削れるので、ルーター慣れてればルーターでもいいんですけど、ルーターだとガリガリってね言ってね、波打っちゃうんですよ。そうすると綺麗にするのが結構大変なんで、こっちからこう攻めたり、こっちから攻めたり。可愛くなってきました。あ、陣中って言うんでしたっけ？陣中じゃないかな。ここの位置がね、ちょっとずれてますね。でね、人にね、バランスよくって言ってね、自分がね、バランス悪かったらね、お手本にならないから、ここはね、ちょっとね、気合を入れたいですね。で、ペン先なんですけども、いつも使ってるトウモロコシの改良型は、全員にですね、配布してしまったので、なくなってしまいました。なので、D54、D16 か。これをつけてやりましょう。これだとね、結構こういうところ、細いところがやりやすいので、こうやってね、表面を慣らすことができるんですね。そういったことにもこの電熱ペンっていうのは使えるので、まあね、ソフビの加工とかカスタマイズするなら必ず持っておいても損はないかなと。これもよく言ってるんですけど、いらなくなったらメルカリで売れるんですね。結構な値段で。で、手数料をいろいろ考えたら半額ぐらいになっちゃうかもしれないんですけど、でも中華のね、トンチンカンな機種買って売れないとかっていうよりかは全然いいかなと思います。今結構汚かったんですけど、ソフビで電熱ペンで撫でるだけでかなり綺麗になりますよね。とね、表面もこうボコボコしてるんで、これも本来ヤスリがけとか V カラーシンナーを塗ってあげるといいんですけど、でこういう陣中のところ、鼻のたもととかバランス崩れて位置がねずれちゃったって言った時にこう盛り直して位置を再生するとかできるので、やっぱりね電熱ペンは手前味噌ですが持ってた方がいいかなと思います。この裏ですね、裏をもう一回ね変えて押します。これは標準についている B1 ってやつですね。それを丸めただけ。でも丸めたやつはこうやってね押せるんですよ、中を。見えます？こうやってギュッギュッって。トウモロコシ型だと先っぽが尖ってるんで、この押すっていうのがなかなか難しいんですが、この B1 を丸めるとこうやって押すことができるので、2種類あった方がいいんですね。こういうところもね意外と押せるんですよ。ちょっとねこういう感じで、裏見にくいのでね、こっちからペン先を見ながら加工することもできます。では続いてですね、この口を少しですね凹凸をつけて自然な感じにしようと思います。ソフビをカットした状態だとこの表面をただね穴開けただけなんで、ちょっとねこの凹凸感っていうのがおかしいんですが、本当はねこの口角とかがちょっと下がるんですよ。その段差をねまずつけてあげるっていうのをやります。でこれはヤスリでも大丈夫なはずなんで、ここら辺ち
ちょっとねくぼませる感じ、表面のソフビをちょいと剥がすようなイメージですね。こうやって表面をいつも慣らすようにするんですけど、慣らしてこう寄せるソフビをカットする感じ。こうやってね、このちょっと段差を入れてあげるんですよ。そうすると前から見た時もねすごい自然に見えるので、これはねやりましょう。でメイク会であったんですけど、私はね 3.8 を使ってやってくださいっていうことを言うんですけど、全然 3.8 だとボソボソになってソフビはくっつかないし漏れないねって言って、じゃあなんだろう、ソフビ片がおかしいのかなって最初ソフビ片を疑ったんですよ。でもやっぱりね同じで、じゃあ何かなと温度を上げたら綺麗にね溶けて漏れるようになったんで、この表面と裏でよくボソボソにねなるってあるんですけど、裏面はもしかすると温度を上げるとボソボソになりにくいんじゃないかと思ってるんですが、あとねもう一個ケースとしてあったのが 3.5 ぐらいが適温だったっていうのもあって、マイペンアルファはここまでね個体差があるとは全然知らなかったんですが、個体差っていうのはあっておかしくないんですけど、皆様にメイク会でこの電熱ペンの本体を持ってきてもらったおかげでそういうことが分かったんで、今後問い合わせをしてもらった時に私もその情報をね記憶しておきながらサポートをすると、今までね全然ボソボソになってツトムがね大丈夫だよとかって言ってたんだけど全然綺麗に漏れなくてやめちゃったっていうね、人の救済にもできるかなとは思ってるんですが、今ねこっち可愛い形になりましたよね。丸めたんで、こっちもね同じようにそういうちょっとね丸めをしたいんで、ここが今えぐれたので今ソフビ盛りをちょっとしました。なんでソフビじゃないや電熱ペンを使い続けてるかというと、唇を作りたいんですよ。唇下唇だけちょっとあったりすると可愛いじゃないですか。でねメイク界でも結構ね唇作りたいっていう要望があるんですけど、これがまた意外と難しくて、唇にソフビを盛るとね難しいんですよ。なのでこのね下の方からちょいとえぐって凹凸をつけてあげると、これが唇っぽく見えるかなと思って。私の D16 はかなりね丸めてるのでエッジがないので後つきにくいと思うんですけど、多分ねエッジがつきやすい人は角をねダイヤモンドヤスリで丸めましょう。そうするとねかなり盛りやすくなります。で顎ももうちょっとねここフラットなんですけど、ちょっとねくぼませてあげるともう少しね電熱ペンでやるなって感じなんですけど、でこういう感じでねちょっと出てきましたよね。ただこれだけだとなんかねすごい不自然なんですよ。だからここのね角度
この角度をねちょっと調整します。こういう感じ。少し外にこう出す感じ。ダメ？むずい。ちょっと膨れましたよね。このぐらいがねいいかなと。でここにここがねこうちょっと膨れてるんで、この辺をルーターとかあれば一番いいんですけどね、この辺をねちょっとね削ってあげるんです。開いた時のこのバランスっていうのがね、肉の動きっていうのがないじゃないですか。だからねちょっとね違和感があるんですよ、口このまま開けただけだと。この辺がねちょっとね肉がなくなるはずなんですよね、口開くと。もう口を削った段階でここをねもっとまっさらにしてみるといいかもしれないんですが、私はその口を削った時にちょっとチキンだったんでね、あんまり削れてなかったんですよ。でこういう処理はかなり面倒くさくて、特に女性は力がね入りにくいので、ルーターかペンサンダーはですねもう買いましょう。絶対楽なんで。特にねディーラー活動してる方はもう速攻で買いましょう。多分ね元が取れるかどうかっていうと、すぐは難しいんですが、かなり時間短縮にはなると思うので賛成は上がると思うんですよね。ここら辺をへこますイメージで、定番のジルコエボスーパーファイン、もしくはファインミディアムかですね。これがですね削れなくていいんですよ。ゴリゴリゴリってやっても全然削りの跡が出ないんで、表面処理が結構楽なんですが、なかなか削れないのでね、少し時間は必要なんですけど、粗く削って表面処理をきちんとやるか、少しずつ丁寧に削って表面処理を最小限にするか。こっから見ると分かりますかね。ここら辺ですね。ここら辺の出っ張り。口角よりここの出っ張りがあると結構ね不自然なんで、ここら辺のおかしいっていうのはやっぱり自分で見て
判断しなければいけないんですけど、よくわからない場合は人間の顔をね参考にしてみるといいですね。あと最近は 3D の VTuber とかが多いので、そういうののね横向きの画面顔とかそういうのを参考にすると濃いと思います。で次はもう少しねこの輪郭とか鼻を削るっていうのをやるんですけど、今回は猫っぽい口を作るっていうのが目的なんで、今回はそこまではやらないです。こういうところですね、さっき持ったところとかちょっとね、電熱ペンなでたところがザラザラしてるので、そういうのをねこれでなでてあげると結構綺麗になります。なのでディーラーさんになるんでしたら、このルーター、ジルコイルは買うかどうかはまあ別でいいんですけど、ルーターもあった方がいいです。ペンサンダーがあった方がいいかっていうのは、例えば1番のこの口をねよく削るとか、そういう作業が置いた時は、まああってもいいですね。時間を買うっていう、そういう意味合いで。こんなもんでいいですかね。ここまで来たら、プリクラシンナーで撫でてあげると結構綺麗になるんですが、もうちょっとだけ綺麗にしましょうね。プリクラシンナーではちょっとね削りきれない感じが見受けられるので、もう少し綺麗にしましょう。ヤスリをやった場合はそのヤスリのカスが出るので、洗ったりよーくウェットティッシュで拭いて踏み彫りやらないと、だんだんね青タンみたいに色が変わってきちゃうんですが、電熱ペンで表面を慣らしてます。ある程度綺麗になったんで400番でヤスリがけをしてみます。これで表面がまだ凸凹があるようでしたら、電熱ペンとこの400番をちょっと繰り返す感じで。で今回はソフビ盛りをしてないので、ソフビの形を変えただけなんで結構思いっきり削っても大丈夫ですね。ソフビ盛りのところはあまり削らない方がいいんですけど、こういう口の周りとかはもう全然普通の表面なんで、いくら削ってもあらが出ませんから、思いっきり削ってなだらかにしていきましょう。一旦水で洗ってきます。このぐらいの段差でしたら V カラーシンナーでですね、ちょちょーんってやると結構綺麗になるので、縁はですねあんまりね攻めない方がいいですね。はい、口こんな感じでできました。形はいい感じですよね。でバランスもなかなかいい感じでできてるんじゃないかなと思います。ここがねいつも
綺麗にできないというか、なんかならないのか、こういうのも使えばいいんですけど、なかなかね、私めんどくさがりなんでね、まあいいかで終わっちゃうんで、ぶっちゃけこういうので削れば全然綺麗になります。はい。今もかなり綺麗になったんで。はい、ということでですね、こういう猫風な口の開け方ですね。今回は電熱ペンを主に使ったんですけども、ナイフで基本的にはできます。で、最終的な表面処理は、V カラーでやるって感じですね。次はこの顎のラインですね。アニメキャラなんでもう少しシャープにしたいのと、あと鼻を削るっていう要望もいただいてるんで、それをバランスよくの削り方っていうのと、あと最終的にはこのアイホールを持ってさくなちゃんの形にしてメイクしていくっていう流れにしていっていきたいと思います。はい、以上で終了です。今回も動画をご視聴くださいまして誠にありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。